世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。ゲームの世界はたくさんの嘘や間違い、現実世界ではありえないような不自然な点で満ち溢れています。例えばこちらのステージ、地盤の傾いた遺跡群を目にしながら進んでいくシーンがあるんですが、この風景の中にすでにおかしな点があります。皆さんは分かりますか？実はこの木の生え方なんですが、斜面に根付いた木っていうのは生え始めの頃こそ斜面に対して垂直に成長するんですけど、年を重ねるごとに重力に対して反発するかのように空を目指してまっすぐ伸びていくという性質があります。これは自重を支えるために最も無駄のない姿勢を求めた結果、こうなるっていうことらしいんですけど、案外言われてみないと気づかなかったりしますよね。そういえば山の斜面に生えている木もそういう生え方してたなみたいに後から合点がいく感じ。今回はゲームを作る上で、ゲームの世界を作る上で、こういった現実とは異なる不自然な点たちとどのように付き合っていくのか、つまりどこまでが許容されるべきで、どこからが許容されざるべきなのかについて考察していきたいと思います。早速行ってみましょう。斜めに成長する木がどのようにして生まれたかっていう話なんですけど、最近ステージ作りをやってたんですよね。以前から制作を進めているこちらの体験版用のマップ、スタート地点から韓流の形状がバーンって目に入って、それを目標に進んでいくわけなんですけど、この広場を抜けてから最初の道、マサラタウンから常盤シティを目指して最初に足を踏み入れることになる一番道路的なね、道を作っていこうっていうことで、アセットからね、いい感じの道を切り出してきます。こちらはローデンフェルっていう有名なアセットですね。土煙の感じだったりとか、ライティングの感じだったりとかがめちゃくちゃ高品質なアセットなんですけど、このステージをそのまま使っちゃうと他のインディーゲームと被りやすいんで、今回の体験版ではこのマップを切り取って改造していくっていう感じでやっていきたいと思います。もちろんそれぞれのパーツを一から配置していくこともできるんですけど、レベルデザイナーっていう専門の職種が存在するくらいなので、かなり奥の深い分野です。もし今後クラファンとかでね、大量の資金を獲得できたら真っ先に仲間に引き入れたい職種の一つですね。まあ一番はモーションデザイナーなんですけど、その次ぐらいですかね、レベルデザイナーさんいてくれるとありがたいですね。で、基本的にこのステージは形状に向けてね、登っていく道のりになるので、一番道路全体を少し傾けて使用します。つなぎ目を鳴らしていって、とりあえずいい感じに見えるようにしてみたんですけど、一番道路全体ごとね、傾けたんで、あのような不自然な生え方の木が生まれてしまったわけです。今回はね、一本ずつ木の生え方を調整し直していくんですけど、正直これ以外にも不自然な点ってこのゲームいっぱいあると思うんですよ。例えば刀を使った戦闘シーン、うちのゲームではもうバンバンね、刀身でガードをしていっちゃうわけなんですけど、実際にはあんまりこういうムーブってすべきではないらしいですね。すぐに刃こぼれしちゃいますし、最悪の場合刀が折れて勝負に負けるなんてこともありそうです。ただし、あくまでも僕たちはゲームを作っています。見せたいものを見せることができるっていうのがフィクションの強みです。ゲームを作る上で最も重要なことは、嘘をつくべきところでちゃんと嘘をつく。つまり誠実に嘘をつくということです。ファンタジーにおける刀は正直耐久度無限でいいと思ってるんですよね。100人斬りしようが、身の丈を超える巨岩を砕こうが、刃こぼれ一つしない。それでいいんですよね。いや、それがいいんですよね。そっちの方が面白いし、かっこいいし、楽しいから。もちろんこれはゲームの性質によって変わってきます。例えばサバイバルゲームなんかで武器を調達することそのものが攻略の鍵になっている場合なんかは、耐久度が存在した方がいいですよね。一度壊れると二度と手に入らない的なね。むしろ現実世界なんかよりもよっぽど壊れやすくていいかもしれないです。他にもアニメーションをコマ送りして一コマだけ切り取ると無理なポーズをしている瞬間、フレームっていうのがあると思うんですよ。それを見つけた時に鬼の首を取ったかのように作画崩壊だなんて糾弾することもできるかもしれません。でもそれってやっぱりナンセンスですよね。
リアルタイムで再生して違和感がなければ僕は全然 OK だと思ってます。むしろ骨格上無理な動きをしているフレームを数コマ差し込んであげた方が通しで見た時にね、迫力のある動きになっているなんてことはザラにあります。もちろんこれは01の問題ではないので、どこまでいってもさじ加減が重要です。どこで嘘をつくのか、どうしてその嘘をつかねばならないのかを常に考えておくことが重要です。今回僕は木の生え方については嘘をつきたくなかったんですよね。他のところでいっぱい嘘をついてるにもかかわらずです。例えばこの一番道路、建物の配置とかもおかしいんですよね。斜面に建造物を建てる際、土台を作って水平を確保した上で工事を始めます。その建物の中で将来的には人が暮らしたりするわけですからね。そう考えるとやっぱりこの一番道路おかしいんですよね。建物が全部土台からして水平を確保できていません。これには実は理由があって、この遺跡群が建てられた当時、一番道路の大地はまだ水平だったんですよ。それが竜たちを撃ったあまたの地罰によって地盤ごと歪んでしまった。その結果がこの島のありさまです。だから遺跡群は土台ごと傾いてるんですね。ただし木々に関してはどうでしょう。地罰による大粛清によって竜の時代が幕を閉じ、長い年月を経て人間たちが徐々に勢力を拡大していきました。その間にも島の自然たちは世代交代を成し遂げ、環境に適応していきました。だからこそ木は空を目指して生えていなければならないんですよね。これが嘘をつきたくなかった理由です。正直この嘘のさじ加減については制作の指揮を握る人間、つまりディレクターのこだわり具合によってめちゃくちゃ左右されます。こういう岩から木が生えてるところとか、ぶっちゃけプレイエリアから目視できていなければ僕は OK かなって思ってるんでね。というよりこの話を聞いた後だと皆さんもっと違和感を感じる点がありますよね。地盤の歪みが激しい場所にはもっとたくさん地罰の残滓があるべきなんですよ。それも大昔の竜たちに向けたサイズ感のでかいやつがね、もっとたくさんあって叱るべきだと思います。なので後で配置しておきます。というわけで今回は一番道路を作りながら妙なところにこだわってみたりだとか、嘘をつく時にね、僕がどういうことを考えているかっていうのを皆さんに共有させてもらいました。なんかゲームに限らずね、エンタメ作品を楽しんでる時に冷めた目線でツッコミを入れちゃう瞬間ってあるじゃないですか。もちろん作品側のね、嘘のつき方が下手くそだからっていう場合もあると思うんですけど、消費者側がね、極端にクレーマー目線になっちゃってる時もあると思うんですよね。僕自身もそういう状態になっちゃってる時ってありますし、ゲームなんて特にね、プレイヤーの意欲次第で全然楽しさが変わってくるものなので、ラストオブアスのパート2なんかはその最たる例ですよね。個人的にはめちゃくちゃ面白くて楽しめたんですけど、とあるキャラクターへのね、ヘイトを抑えきることができずにね、感情に支配されてプレイ体験を損なってしまった方も多いんじゃないでしょうか。そういう方はね、ぜひ時間を置いてからもう一度プレイしてみるとまた違った体験を得られるんじゃないかなと思います。ちょうどこのゴールデンウィークとかいいんじゃないですかね。もう一回ラスアスやってみて、本当にあれゲーム自体はめちゃくちゃいいゲームなんでね、許した先にこそ見えてくるものっていうのを楽しんでみるのもまたおつなもんではないでしょうか。というわけで今回はこの辺で失礼します。制作中のゲームの情報を概要欄にまとめているので、よかったら見ていってください。あとお時間ある方はぜひね、他の動画もご覧になってください。それではアンバサ